今回は無人島シナリオにおける育成の立ち回り方の総集編となりますので、無人島シナリオで育成をする時の参考にしてください。また、この動画をご覧になるにあたっての注意点を載せておきますので、目を通しておいてください。まずは、サポカ編成の説明からしていきます。はじめに前提条件として、無人島シナリオのサポカ編成は、3凸以上の友人タッカーブラインが必須のため、このサポカを持っていない場合は、フレンドから借りてください。では、サポカ編成について説明すると、基本的にサポカ編成はスピードから賢さのサポカを1枚ずつ入れたハイランダー編成が最もおすすめですが、1種類減らした5種類編成、もしくは根性3枚編成もおすすめです。特に根性3枚編成は過去の動画でも上げているように、配布と SR サポカだけでも UA ランクを達成しているので、強い SSR サポカを持っていない方は一度試してみてください。建設計画は育成馬娘の成長率や育成中のステータスによって随時変更しますが、大体は左の建設計画にしましょう。ただ、育成馬娘の成長率がスピードに 20%、もしくは根性に 20% 以上、スピコンに成長率がある場合は、左の建設計画ではなく、右の手順に従って建設計画を行ってください。また、根性3倍編成の場合は、これまでの紹介した建設計画ではなく、過去の動画の建設計画を参考にしてください。ここからは、島トレ券の仕組みについて説明していきます。島トレ券は、育成開始からシニア期6月後半までは1枚しか所持できませんが、シニア期7月以降は3枚まで所持することができます。また、島トレ券を使える期間は簡単に言うと、次回の島トレ券を入手するまでです。特に右で囲んでいる期間は使わなくても持ち越すことができるので、慌てて島トレを行う必要はありません。ただ、島トレ券を持ち越せない URA ファイナルとクラシック期夏合宿前の6月後半までには島トレ券は使っておいてください。また、島トレ券の詳しい使い方は各機関の育成の流れで説明しています。次に友人のお出かけの仕組みやタイミングなどについて説明します。まずお出かけが可能になるイベントでは2つ選択肢があり、上は体力回復、下はステータスとスキルヒントをもらえるので、大体の場合、上を選んで体力を回復しますが、体力が75以上ある場合は上を選ばずに、下を選んでスキルヒントをもらいましょう。続いて全5回のおすすめなお出かけのタイミングは上記の通りですが、すべてこのように立ち回る必要はありません。ただタッカーの金スキルは欲しいので、シニア期の12月後半までに5回はお出かけを行うようにしてください。次にお出かけを選択した際の2つの選択肢は、2枚目の島トレ券を獲得している、手持ちに島トレ券がない2枚目の島トレ券獲得まで残り330ポイント以上で強化会まで残り4ターンの時は、発展ポイントがもらえる上の選択肢を選び、持ち越しや1枚目の島トレ券を所持している時は下の選択肢を選びましょう。例えば左の場面では1枚目の島トレ券を所持し、2枚目の島トレ券まで残り100ポイントと少ないので、ここでは下の選択肢を選ぶのが正しいです。ここからは育成の流れを定規の順番で説明していきます。まず全期間で気をつけることは、全5回ある評価会すべてで大好評を取ることです。理由は例として、第2回評価会を上げると、好評と大好評では、トレ効果に 10%、ヒント発生率に 15% の差が生まれ、この差は育成完了時に大変影響するからです。またこの大好評の基準は、普通に育成をしていたら問題なく満たすことができますが、もらえる発展ポイントが少ないレースやお休みを踏みすぎると、大好評にならない時が稀にありますのでご注意ください。特にシニア期6月後半までの時期が一番発展ポイントがたまりにくく、このような現象が起こりやすいので意識しましょう。次に気をつけることは、年始の体力回復と評価会後の体力回復についてです。
今回のシナリオではイベントで体力を回復をする場面が多数あるので、知らなければ必要でないところでお休みに使ってターンを無駄にしてしまうこともあります。ということで、体力を回復する箇所をまとめるとこのようになります。この中でもジュニア期の年末とクラシック期の年末はかなり回復するので、これらの期間の前でお休みを踏む際はご注意ください。また全5回ある評価帯では0から最大30回復できますが、この回復量は発展ポイントが大好評ラインを満たした後、発展ポイント10ポイント獲得ごとに1回復ずつ上限値まで上乗せしていきますので、体力を多く回復したいのであれば発展ポイントを貯めましょう。ここからは各機関の育成の流れを解説していきますが、解説をする中で登場する用語について上で説明しておきますので、目を通しておいてください。まずはデビュー前の立ち回りから説明します。デビュー前は基本的に最も絆上げができる練習を踏み、デビュー戦が終わるまでにガチャザン SSR サポカを5枚以上編成している場合は、2人以上オレンジ絆にしておくことが望ましいです。そのため左の画像のように最大 30% ほどの失敗率があるが4人以上の絆上げができる場合は、デビュー前に限り踏んでいきましょう。失敗しても育成をやり直せば問題ありませんので。またこのように2人の絆上げと1人の友情練習の場合は2人の絆上げを優先します。島トレのタイミングについて、1枚目の島トレ弦は3人以上の絆上げができる練習がなければ、2枚目は2人以上の絆上げができる練習、もしくはサポカ3人以上の練習がなければ使いましょう。また2枚目の島トレ剣はデビュー前後のジュニア期に持ち越すことができるので、慌てて使う必要はありません。詳しくは上の表をご覧ください。この期間はクラシック期までに友人を除く全てのサポカを友情練習ができるオレンジ絆にするのが目標ですが、レンタルデッキや絆が低いサポカを数枚編成している場合は、友人を除いた4人がオレンジ絆になるようにしましょう。島トレ剣を使うタイミングは島トレ剣の種類によって異なり、使うまでのターンのしのぎ方や使用期限も違うので、上の表をご覧ください。また1枚目に関しては友人以外のサポカの絆がオレンジでなければ、友情3人未満の時に発動させても構いません。友人のお出かけを使うタイミングは1枚目の島トレ剣を所持、適性が合う G3 以上のレースがない、もしくはレース3戦目やる気が普通、体力が70以下の全てを満たしている時に使っても構いません。おそらく全てを満たすのはなかなかないので、この期間での体力回復はお休みが基本となります。続いて4、5番について説明すると、11月前半後半の2ターンのうちどちらかで練習がお休みを踏みましょう。12月の前半後半にあるレースは基本的に出走しますが、適性が合っていないまたはレース4連戦目、島トレ剣を使う基準、友情を含む3人またはサポが4人以上の練習がある場合は、失敗率が 10% 以下ならレースには出走せず練習を踏んでも構いません。ジュニア期終了時点で友人を除いたサポカで青絆が1人以上または緑絆が2人以上いる場合は、島トレの関係上ステータスが伸びにくくなることが予想されますので、諦めることを推奨します。ただ切れ物を取得しているなら育成を続けても構いません。この期間は持ち越しか1枚目の島トレ剣を所持していない時、最もステータスが上がる練習を踏みますが、サポカ1人や2人の練習の場合は適性が合うならレースに出走しましょう。島トレのタイミングは上の通りで、使うタイミングは種類問わず友情3人以上の時に使いますが、使用期限が近い時は3人未満でも発動させましょう。また持ち越しと1枚目の島トレ剣に関しては、友情3人が来るまで練習やレースを行う回数がある程度決まっているので、この基準を超えないようにしてください。使用期限は2枚目が夏合宿に入るまでとなっていますので、それまでには必ず使ってください。友人のお出かけは通期の5点のうち1つでも当てはまれば使い、2回目まで使っても構いません。
またこの期間は夏合宿の全ターン練習をしたいので、夏合宿前の6月後半までに体力を70以上残せるように、お休みやお出かけ、賢さ練習等で残り体力を調節してください。この期間は基本的に最もステータスが上がる練習を踏みますが、体力が8月後半まで足りそうでなければ、賢さ練習かお休みで体力を回復しましょう。また夏合宿中はスピード練習のステータスが他の練習よりも伸びにくく、上の画像のようにサポカ人数が多いスピード練習よりも人数が少ないスタミナ練習の方がステータスが伸びるということがスピード練習に限っては起こり得るので、ステータスとスキルポイントの上昇量をよく確認しながら練習してください。クラシック期12月後半までも6月までと同様、練習メインで立ち回りますが、サポカ1人など練習が弱い場合はレースに出走しましょう。島トレのタイミングについてもこれまで通り種類問わず友情3人以上の時に使いますが、夏合宿明け後の1枚目は友情3人が来るまで粘れるターンが少ないので、練習は1回までに抑え、発展ポイントが少ないレースでターンをしのぎましょう。また2枚目はシニア期の1枚目まで粘れるので、上ブレ育成を狙うのであれば友情4人以上で使うのが理想ですが、安定を求めるのであれば3人の時に使いましょう。友人のお出かけは常儀の5点のうち1つでも当てはまれば使っても構いません。シニア期前半も持ち越しか1枚目の島トレ点を所持していないときは練習メインで立ち回り、練習が弱い場合はレースに出走しますが、この期間に限っては2枚目の島トレ点まで発展ポイントがそこそこ必要なので、もらえる発展ポイントが少ないレースに出走しすぎると2枚目まで発展ポイントが足りなくなることも稀にありますので、レースは目標レースを除き4回までに抑えてください。シニア期6月後半までの島トレのタイミングについては持ち越し、1枚目の島トレ券は友情3人以上の時、2枚目は夏合宿以降に持ち越せるので、できれば友情4人以上の時に使いましょう。また注意点として先ほども説明しましたが、この期間はレースに出走しすぎると2枚目まで発展ポイントが足りなくなることがありますので、持ち越しと1枚目の島トレ券を合わせてレースは目標レースを除いて4回以内に抑えるようにしましょう。友人のお出かけは上記の6点のうち1つでも当てはまれば使い、夏合宿までに3回目のお出かけを必ず使っておいてください。またこの期間もクラシック期同様、夏合宿の全ターン練習をしたいので、夏合宿前の6月後半までに体力を60以上残せるように、お休みやお出かけ、賢さ練習一しで残り体力を調節してください。この期間もクラシック期の夏合宿同様、最もステータスが上がる練習を踏みましょう。ただ注意点として、ステータスがカンスト付近の練習はその他の練習を踏んでバランスよくステータスを上げましょう。シニア期12月後半までの立ち回りでまず気をつけることは、練習とお休みを踏みすぎてしまい、お出かけと島トレ券を使い切れなくなることです。そのためこの期間に入ったらお出かけは何回残っており、島トレ券は何枚あるかを確認した後、12月後半までに練習などが何回できるのかを確認してください。例えばお出かけ回数が残り2回、島トレ券が3枚あり、目標レースが2個あるマヤのトップガンが育成馬娘の場合、8ターンのうちお出かけ回数、島トレ券、目標レースで使うターンを抜くと練習などをできる回数は1ターンとなるため、この計算方法はシニア期でどのように立ち回るかの基本となりますので覚えておいてください。このことを踏まえ、島トレ券の使うタイミングや使用期限は上記の通りです。この中でも使うまでのターンのしのぎ方は今までは練習やレース数に制限がありましたが、この期間はありませんので、上限値を意識しながら最もステータスが上がる練習またはレースを踏みましょう。友人のお出かけは上記の6点のうち1つでも当てはまれば使い、12月後半までに5回目を使っておいてください。また友人の5回目のお出かけは得意率がかなり高くなるので、島トレ券がある場合、時短練習ができる時に使うことを推奨します。
URA ファイナルは体力を80以上残して臨みたいので、12月あたりに体力がなくなりそうなら、お休みかお出かけを使って体力を回復しておきましょう。URA ファイナルは主に上記の2点に注意しながら立ち回ってください。特に1番に関して、残り体力における練習の踏み方はこのようになりますが、残り体力が49以下で URA に突入してしまうと、できる練習が限られてしまいますので、次回以降の育成では最低でも体力を60以上残して臨めるように意識してください。続いてスキル取得時について説明しますが、ネットでウマ娘評価点最大化シミュレーションと調べれば、正確かつ高い評価点を出すスキルの取り方を教えてくれます。また今からお伝えすることは、評価値育成では参考にしても問題ありませんが、対人育成では全く参考にならないのでご注意ください。評価点を上げるスキルの取り方は上記の4点を参考にしてください。ここまで立ち回り方などについて説明をしてきましたが、今回の内容は全てが正確な情報ではなく、中には誤った情報を含んでいる箇所もあるかもしれませんので、参考程度で捉えていただけると幸いです。また、誤った箇所は見つかり次第、コメント欄で訂正させていただきます。それでは今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。